こんにちは、中村熊正人です。なんで熊って言ってるかというと、中村正人っていう名前がいくらでもあるんで、間に勝手にミドルネームを入れさせていただきました。今日は前回の続きで、なんでそれだけ素晴らしい理論が3人から出てきて PC までしばらく時間がかかったのかっていうところから話させていただきます。その3人の方の理論を今のこんなちっちゃいコンピューターの中でまとめていくには技術的な革新が必要でした。でちょうど3人と同時の頃にトランジスタってものができてたんで、コンピューターを大幅に小型化することはできたんですけど、まだまだ足りなかった。トランジスタが来る前は真空管ってものがあったんですね。でこの真空管で第二次世界大戦とかいろんなものをコントロールできるような電子機器が作られたはずなんですけど、今から考えると電球のお化けみたいなもので、一定時間動かすと電球が切れるみたいに故障してしまうと、信頼性も低いし大きいし一個一個が高いし、とてもコンピューターを作るには難しいものでした。でトランジスタが何でいいかというと、固体のものでちっちゃく作れるので、はるかに小型で安定性も高くて安くて、そういったものが作れるようになってきました。で安くて小型っていうのはコンピューターを作る上では量的なものなんですけれど、それが圧倒的に進歩してくることが質的な変化を生んでくるんですね。トランジスタはコンピューターを作るために必要不可欠なものだったんですね。サンドイッチみたいなものを思い浮かべてください。サンドイッチのパンのところは電気を通すやつ、中の具のところは電気を通さないやつ、普通だと。そうするとサンドイッチの上から下に電気通そうとしても通りませんよね。真ん中に通らないものがあるから。だけどその具のところにも横から電圧を加えてあげると上から全部まとめて通るようになる。それがトランジスタの構造です。これは1960年代ぐらいですかね。 IC、 今 LSI って呼ばれてますけど、実は IC と LSI って IC の大規模版が LSI、 大規模集積回路と言われたんですけど、今 IC と LSI 混同して使われてて、 LSI って言葉の方が一般的に使われるようになりました。これはですね、簡単に言うと電子回路もトランジスタも印刷で作れてしまうというとてつもない革新が起きたんです。でなんでトランジスタみたいにいくつかの違う成分を含んだ半導体を組み合わせて作ってるものが印刷でできてしまうかというと、1個のシリコンのウェハー、板の上に上からパカッと光が当てるわけ。そうするとそのあらかじめ光を通す膜と通さない膜を用意しておくことによって、版画を作るみたいに凸凹が削り取られるところと残すところが作れるようになって、簡単に印刷でトランジスタをたくさん含んだ電子回路が作れる道が急にできてしまったんですね。驚くべきことです。まとめさせてもらいます。真空管が来たおかげで、まず電流のオンオフを切り替えられる回路が作るようになったんですよ。ただこれはすごく大きくて信頼性も低かったです。でトランジスタが来てはるかに小型にできたんですけど、まだアラン・チューリングとか夢見た人工知能には遠かったと。で IC、 今一般的に LSI って呼ばれることが多くなった、印刷するように回路設計ができるようになることで、はるかに小型で大量のトランジスタの入った回路を作れるようになりました。でまとめて何を言いたいかというと、トランジスタの数がもう何桁も増えて、今は1つに10億個とか入れることができるようになって、クロック周波数という1秒間に今だったら20億回とか計算できちゃうんですね、01とはいえ。でそれただ単に数が増えて速くなったんだって思われるかもしれませんけど、ここまで数が増えて計算できる回数がもう何桁も何桁も上がってくると、量の変化が質の変化を生むんですね。だからもともと思考能力なんかは電子回路にあるわけなかったはずなのに、そこまで1秒間にたくさん簡単な計算を繰り返せると、実は人間よりある面ではすでに頭が良くなってしまったと。そういったことが起きる最初の理論が1940年代に作るやつがいて、それが実現されてくる過程に今いて、その説明をさせていただきました。次回は LSI と同じ仕組みで、実はその回路パターン最初からコンピューターの印刷できるんじゃないってことに気がついた人が出てきて、そこからまた革命的な変化が起きてきたってことを話させていただきます。ありがとうございました。